朝の光が静かに差し込む、いつものリビングです。時計の針が刻む音だけが静かに響いています。68歳になった賢治さんは、毎朝の新聞を読むのが何よりの楽しみでした。定年を迎えてから数年、大きな病気もせず、穏やかな日々を過ごしていました。妻の幸子さんが入れる温かいほうじ茶の香りが部屋をくるみ込みます。それはどこにでもある、ありふれた幸せの風景でした。しかしその日の朝、幸子さんは少しだけ不思議な違和感を覚えました。いつもなら一番に起きて新聞を開いているはずの夫がまだ起きてこないのです。少し疲れているのかしら。そう思った幸子さんはキッチンへと向かいました。時計はもうすぐ8時を回ろうとしていました。しばらくして賢治さんがゆっくりと起きてきました。その足取りはどこかいつもより重そうに見えました。おはよう、あなた。幸子さんの声に夫は小さくうなずくだけでした。新聞をめくる手元が心なしか震えているようで、幸子さんの胸に小さな引っかかりが残ります。お昼になり、娘の由美さんが久しぶりに実家に顔を出しました。お父さん、なんだか少し痩せたような気がするけど、由美さんの言葉に賢治さんは苦笑いしました。気のせいだよ、年を取ればみんなこんなものさ。そう言って笑う夫の顔はどこか元気がありません。最近歩く速度が少し遅くなったかもしれない。階段を上がるときに小さなため息をついている。そんな些細な変化が少しずつ重なっていきました。劇的な変化ではありません。ただ少しずつ何かが変わっていくような、そんな気配がしていました。家族の心の中に小さな影が落ちていきます。ある週末の夕方のことでした。賢治さんがリビングのソファで深く眠り込んでいました。その寝顔を見つめていた由美さんは、ふと父親の手がとても冷たくなっていることに気がつきました。そっとその手を握りしめると、昔自分をしっかりと支えてくれた大きな手が驚くほど細く頼りなく感じられました。お父さん、いつの間にこんなに小さくなっちゃったの。こらえていた涙が由美さんの目からこぼれ落ちます。隣で見守る幸子さんも静かに目頭を押さえました。かつては家族のために毎日遅くまで働き、病気一つしなかった強い父親。その父親が今目の前で少しずつ置いていく現実。誰も悪くないのに胸が締め付けられるような、そんな痛みが部屋を満たします。明日ちゃんと病院へ見てもらいに行きましょう。幸子さんは静かに、しかし決意を込めて言いました。賢治さんは眠ったまま小さく寝息を立てていました。外はすっかり暗くなり、冷たい雨が静かに窓を叩き始めていました。翌日、近所のクリニックで賢治さんは検査を受けました。大きな病気ではありませんでした。医師は穏やかな声でこう言いました。大きな異常はありませんが、少し血管の年齢が高くなっているようですね。年齢のせいもありますが、血液の流れが少し滞りやすくなっているのかもしれません。その言葉を聞いたとき、幸子さんはハッとしました。私たちが毎日食べているもの、毎日の暮らし方の中に原因があったのかもしれない。
特別な薬を飲むことよりも毎日の暮らしをもう一度見つめ直すこと、それが一番大切だと幸子さんは気づいたのです。帰り道、2人は並んでゆっくりと歩きました。あなた、焦らなくていいからね。幸子さんの言葉に健二さんは小さく微笑み、すまないねと短く答えました。雲の間からかすかに暖かい光が差し込んできました。その次の日の朝から幸子さんの小さな行動が始まりました。台所に立つ幸子さんはいつものほうじ茶ではなく深い緑色の缶を取り出しました。それは日本の家庭ならどこにでもある緑茶でした。医師から聞いた話を幸子さんは思い出していました。お茶に含まれるカテキンは血管の健康を助けてくれる心強い味方なんですよ。ただし入れ方に少しコツがあるようでした。幸子さんはお湯を沸かし少しだけ冷ましました。熱すぎるお湯ではなく80度くらいのお湯を使うとカテキンが程よく抽出され苦みも強すぎなくなります。急須に静かにお湯を注ぎ1分ほどじっと待ちます。お茶の葉がゆっくりと開いていくのを眺める時間、それ自体が穏やかな心の薬のようでした。あなた、朝のお茶ですよ。差し出された湯飲みには鮮やかな緑色のお茶が静かに揺れていました。健二さんはゆっくりとそのお茶を口に含みました。ああ、おいしいな。温かい液体が体の中に染み渡っていきます。カテキンには抗酸化作用があり、血管の弾力を保つのを手伝ってくれるそうです。さらに朝一番の水分補給は就寝中に失われた水分を補い、血液をサラサラにするためにもとても大切な習慣でした。幸子さんはただ毎朝その一杯のお茶を丁寧に入れ続けました。何かを強要するのではなく、ただ温かい時間を2人で共有すること。朝のお茶はその日の難を逃れるという古い言葉を思い出しながら心を込めて入れました。それは誰にでもできる本当につつましいけれど温かい行動でした。1ヶ月が過ぎた頃でした。健二さんの足取りに少しずつ変化が現れました。朝自分で起きてくる時間が少しずつ早くなってきたのです。なんだか最近体が軽いような気がするんだ。そう言って笑う健二さんの顔にかつての柔らかな血色が戻っているようでした。ある日、娘の由美さんが再び実家を訪れました。リビングのテーブルを囲み、3人で同じ緑茶を飲みました。由美さんは父親の顔を見て思わず胸が熱くなりました。かつて感じたあの頼りなさは消え、お茶を持つ健二さんの手はしっかりと温かくなっていました。お父さん、元気になってよかった。由美さんはお茶をすするふりをしてそっと涙を拭いました。健二さんは少し照れくさそうに、お母さんのおかげだよと隣の幸子さんを見つめました。劇的な奇跡ではありません。薬で無理に治したわけでもありません。ただ毎朝の温かい一杯が健二さんの体を内側からゆっくりとよみがえらせてくれたようでした。家族の間に流れる空気が優しく温かく変化していくのが分かりました。湯飲みから立ち上がる湯気が3人の笑顔を優しくくるみ込んでいました。今日も健二さんの家では
朝の静けさの中でお湯が沸く音がしています。特別なことは何もありません。高級なサプリメントも高価な健康器具もここにはありません。ただお互いを思いやる心と毎朝の一杯の緑茶、それだけで血管も心も若々しく保つことができるのです。あなたの隣にいる大切な人、その人の手は今温かいですか？明日からの朝、大切な人のために温かいお茶を一杯入れてみてはいかがでしょうか。小さな習慣がきっと大切な人の明日を守ってくれるはずです。穏やかな朝の光の中で新しい一日が今日も静かに始まります。